こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで今日のテーマなんですけど、今日は日本の結婚式について皆さんにお話ししていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、私実はこの前、友達の結婚式に出席してきました。今日はですね、その時の話をしながら、日本の結婚式の文化について皆さんに紹介していきたいなと思います。まずちょっと感想からなんですけど、もう本当に感動しました。もう涙が止まらなかったです。いや、本当に高校の時代の友達だったんですけど、高校生の時、大学生の時、社会人になってからもつながっていた大切な友達の結婚式でした。本当に綺麗でした。ドレス姿も本当に綺麗で、入場した時からもう涙がポロポロ止まらなかったです。で、新郎新婦って言って、旦那さんと奥様。で、新郎新婦。すごく綺麗でした。で、本当に幸せそうで、私まで幸せな気持ちになりました。で、久しぶりにそこで会う友達もたくさんいて、今何してるのとか、高校の時はこうだったよねとかっていう話、もうすごく盛り上がって楽しかったです。で、やっぱりこの結婚おめでとうってみんなでお祝いできる時間って本当に素敵だなと思いました。改めて本当に結婚式に出席することができてよかったです。はい、幸せをお裾分けしてもらいました。お裾分けって皆さん知ってますか？お裾分けっていうのが、自分が持っているものを誰かにこれじゃああげる、どうぞってちょっとだけ分けてあげることですね。幸せをお裾分けしてもらって、私まで一緒に幸せな気持ちになることができました。で、日本の結婚式ってどんな流れかなっていうとこなんですけど、まず簡単に紹介すると、まず最初に受付をします。で、ご祝儀って言って、お祝いのお金を包んだ封筒を渡します。こんな感じのすごい可愛いタイプがたくさんあって、私も今回ちょっとすごく可愛いタイプのご祝儀袋でお金を渡したんですけど、こういったものを渡します。で、そしたら次、席に案内されるので、席に入って、で、新郎新婦が入場する。で、まず、結婚式自体が終わります。で、その後は披露宴って言って、みんなでこう食事を楽しみながら、会話を楽しみながら、で、たまにこう、新郎新婦が主催したゲームをしたりとか、友達とか家族がスピーチしたりとか、両親へのお手紙を読んだりとか、っていう風な、そのいろんな催し物がある披露宴っていうものが行われます。で、そこではですね、新郎新婦がみんなの一番前に座ってくれるので、二人の幸せそうな姿を見ながら、食事を楽しんだり、会話を楽しんだりすることができます。はい。で、最後、新郎新婦が、退場して、お見送りをしてっていう風にして終わります。で、本当に最後のこう、両親への手紙とかって毎回泣きそうになります。私が育てたわけではないんですけど、なんか勝手にめっちゃ感動してしまって、もう今回も涙だらだら流しながら、はい、大泣きでした。はいですね。で、日本ならではの文化だなって思うのが、このご祝儀です。で、ご祝儀っていうのが結婚のお祝いとして渡すお金のことで、日本では結婚をしましたって聞いた時に、プレゼントではなくて、お金を包むことが多いんです。で、金額は関係性とかによって違うんですけど、友達ならだいたい3万円くらいが一般的って言われています。で、なんで3万円なんだろうって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、実は偶数って言って、2、4、6、8みたいな数字なんですけど、これは2で割ることができますね。で、この割れるっていうイメージがあんまり良くないとされています。なので、奇数1、3、5みたいな感じで2で割ることができない数字を日本では縁起がいいっていうふうに考えることがあります。なので、そういったところで3万円を包むようになっています。で、ご祝儀袋も特別です。3万円をそのまま入って渡すことはないんです。専用のご祝儀袋に入れて渡します。で、水引きって皆さん知ってますか？ちょっともう一回出しますね。こんな感じでご祝儀袋があるんですけど、真ん中にリボンがありますよね。これを水引きっていう風に言います。この飾りがついてて、結婚式用は
一度結ぶとほどけない結び方になっています。二人がずっと一緒にいられますようにっていう思いを込めて、この一度結ぶとほどけない結び方で結ばれた水引を使ったご祝儀袋でお金を渡します。実は結婚式って料理を楽しみにしている人もたくさんいます。今回もですね、コース料理がめちゃくちゃ美味しくて、デザートまでゆっくり楽しむことができるんですけど、もうどれも本当に美味しくて、今日は特別な日なんだなって心だけじゃなくて、この味覚、口でも感じることができる時間でした。で、ちなみに日本の結婚式では服装にもルールがあります。参加する人は少しちょっとフォーマルな洋服を着るんですね。女性ならワンピースとかドレス。で、男性ならスーツが一般的です。で、新婦よりも目立ちすぎない服装を選ぶことが必要です。他にも真っ白な衣装っていうのは新婦と新郎が着る洋服なので、白は避けて、それこそピンクとか黄色とかグレーとか黒とか、そういった洋服を着ます。で、他にも露出って言って肌が出る部分をなるべく少なくします。なので、もちろん、腕が出てるキャミソールタイプとかでも大丈夫なんですけど、ズボンとかスカートがミニにならないように、しっかり足首くらいまで隠れるものを着ることが多いです。そして日本の結婚式では二次会って言って、その結婚式の後とか飲み会の後とかにもう一軒行きましょうみたいな感じで二次会をする文化があるんですけど、この結婚式にも二次会があります。日本の結婚式大体二次会があるんですけど、もうみんなで友達中心に集まってパーティーをします。もうもちろん写真撮ったりゲームしたりもするんですけど、新郎新婦とそれぞれちょっとゆっくり話をします。で、披露宴よりもすごくカジュアルな雰囲気になるので、とっても盛り上がります。今回私たちは、新婦側の友人を集めて、一つの会場を借りて、で、そこでみんなで二次会をしました。で、みんなで焼き鳥とか食べながらおしゃべりしたんですけども、めっちゃ楽しかったです。昔こうだったのにまさか結婚するなんて、とか、あの時はみんなで制服着て過ごしてたのに、今日ドレス着てて本当に綺麗だったよ、とか、そんなお話をしました。皆さんの国ではどうですか？なんかプレゼントを渡したり、お金を渡したり、国によって文化が違うかなと思います。ぜひぜひ皆さんの国の文化だったり、結婚式のお祝いの仕方とかあればぜひぜひコメントで教えてください。ちょっと皆さんの国の文化聞けるの楽しみに待ってます。はいですね。で、今回私が思ったことなんですけど、参加して、やっぱ結婚式って新郎新婦だけじゃなくて、家族だったり、友達だったり、本当にみんなが幸せになれる時間だったなと思いました。で、久しぶりに友達にも会えて、たくさん話して、たくさん笑って、そして最後はね、ちょっと少し感動して泣いて、みたいなこともあったんですけど、本当に素敵な一日を過ごすことができました。皆さん、最近なんかこう、久しぶりに会った友達とかっていましたか？なんかぜひぜひね、最近会ってないけど、あの子どうしてるかなとか思うことがあれば、一度メッセージしてみるのもいいかもしれません。はい。ということで、今日は日本の結婚式についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？まとめなんですけど、今回私は友達の結婚式に参加してきました。でも本当にとっても感動しました。涙がもう止まらなかったですし、やっぱり高校の時にみんなで制服着て、朝から一緒に授業を受けて、お昼はみんなでお弁当を食べてってやってた友達が大人になって、ウェディングドレスを着て、このバージンロードを歩いている姿って本当にいろんな思い出が蘇って感慨深い瞬間だなと思いました。で、日本の結婚式にはご祝儀っていう文化があります。他にも、この披露宴があったりとか、二次会があったりとか、そういった風に結婚式だけじゃなくて、長く楽しむような文化があります。他にもですね、参加する時の服装なんかにもルールがたくさんあったりします。皆さんの国の結婚式はどんな雰囲気ですか？なんか伝統的なね、衣装を着る国とかもあるみたいで、たまに YouTube とかで見るんですけど、めっちゃ綺麗だなと思って見てます。日本の結婚式で驚いたとか、参加してみたいなって思った方もいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日のエピソードは以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。